2014年3月8日、この日、世界中を混乱の渦に巻き込む航空史上最大のミステリーが幕を開けました。中国北京の国際空港に衝撃の第一報が舞い込んできたんです。マレーシア航空370便の乗員乗客239人消息不明に。空港に迎えに来ていた家族の間からは泣き叫ぶような悲鳴が響き渡りました。航空機は管制塔と呼ばれるところと交信を行いながら飛行するんですが、370便は世界中のどの管制塔とも連絡がつかなくなっていたんです。ですが実はこの時点ではまだ完全に消息を絶ってはいなかったんです。それはこの370便の姿を捉えている人物がいたからです。その人物とはマレーシア空軍基地のレーダー通信士だったんです。そのレーダーには370便の機影が映っていました。ところが彼は自分の目を疑います。370便があまりにも不可解なコースをたどっていたからなんです。本来この航空機は北京へと向かう予定でした。ところがその航路から大きく外れ、向かった先はなんと真逆の方向。そしてそんな謎の飛行を続けること6時間半、レーダーは南インド洋上空で370便を見失うんです。そこはアジアのバミューダトライアングルと恐れられているエリアだったんです。通信不能や事故でこれまでに少なくとも1300人が犠牲になったと言われている区域だったんです。この事件に全世界は騒然。日本などおよそ20カ国が参加し、海上から水中までくまなく捜索を行ったんです。その範囲はおよそ12万平方キロメートル、なんと東京都54個分なんです。ところがその結果は衝撃的なものだったんです。なんと乗員乗客239人の誰一人として発見できず、ましてや真相解明につながる手がかりも一切見つからなかったんです。乗員乗客239人とともに忽然と消えたマレーシア航空370。この飛行機に一体何が起こったのでしょうか。いくつもの説が現れては消える中、真相解明につながる一筋の光が差し込んだんです。はい、どうも二次プロジェクト絶賛ハマり中のケンちゃんです。どうも、やみやみこです。All you have to do is be yourself。 JYP の真似してる。これだけね、科学技術が発達したこの現代において、全長60メートルを超える航空機と239人もの人々が消えるって、普通に考えたらありえないですよね。誰か隠してるとしか思えないよね、これね。あまりにも謎が多すぎて迷宮入りしてしまった事件なんですが、そもそもこのマレーシア航空370便っていうのはなぜ失踪することになったのでしょうか。370便失踪の真相。370便失踪の要因としてまず考えられるのが、機体にトラブルが起こった可能性なんです。何かの拍子に機体が破損し墜落したのではないかということです。370便のボーイング777型機は実は修復歴がある曰く付きの機体だったんです。事件から2年前、上海の空港で別の航空機と接触事故を起こしているんです。その際に370便は主翼の先端を破損。ボーイング社によればその後修復され、飛行には問題がなかったといいます。ですが果たして本当に機体にトラブルはなかったのでしょうか。航空機には地上の管制塔に機体や飛行状態などのデータを自動送信する通信システムが装備されているんです。もし機体に何か問題が起こっていたのならば管制塔でも把握できたはずなんです。ところがこの管制システムからは何の発信もなかったんです。それは一体なぜなのか。実は通信システムは何者かによって人為的に切断されていたんです。じゃあこれが理由じゃないの？もう早計なんですよ、ヤミコさん。もうこれね、機体トラブルがあったっていうことではないんですよ、イコールね。これはね、まだね、通信システムに異常があったっていうのが判明しただけの話なんですよ。そしてこの説はこれ以上の手がかりが何も見つけられず破棄されたんです。次に疑われたのがテロリストによるハイジャック説。その調査のため乗員乗客全員について身元の洗い出しが行われたんです。そしてこの捜査は大成功。2人の乗客が偽造パスポートを使って搭乗していたことが明らかになったんです。急遽浮上したこの可能性を受けて世界各国の連合の警察組織であるインターポールも動き出したんです。その結果判明したのは、偽造パスポートを用いた2人はイラン出身の不法移民であること、そしてヨーロッパで働くことを夢見て別の人物になりすまし370便に搭乗していたことだったんです。まあでもこいつら怪しいんじゃないの？まあそうなんですけど、不法移民ってだけでね、ヨーロッパに憧れてただけなんで、そこまで悪いやつらでもないんですよね。
ハイジャック犯ならあるはずの飛行訓練やテロ訓練を受けていた経歴は見つからなかったんです。さらに事件後、何かしら要求や犯行声明を出してくるテロ組織などもなかったため、2人によるテロの線は消えたんです。このようになかなか進まない真相解明。そんな中、事件の様相を一変させる新たな手がかりが急浮上するんです。それは1本の動画でした。その発信者は謎のハッカー集団アノニマス。彼らは動画内でなんと370便の失踪の真犯人について告発しているんです。彼らによれば、失踪した370便にはアメリカの半導体大手企業の社員4人が搭乗していたそうなんです。そしてこの4人を抹殺するため、ある人物が370便もろともこの世から消し去ったというんです。ではその人物とは一体誰なのでしょうか。彼の名はジェイコブ・ロスチャイルド。ジェイコブ・ロスチャイルド氏は地球上で最も裕福な一族と言われるロスチャイルド家を代表する人物なんです。いやめちゃくちゃ大物出てきたわね。まあね、知らない人もいるかもしれないですけど、結構都市伝説好きの中では有名な人なんですよね。イギリス議会で政治家として活動し、積極的な寄付活動や慈善事業、芸術家の保護に熱心であることで知られているんです。めちゃくちゃいい人じゃないこの人。そうなんですよね。まあでもここだけね、切り取ったらですよ。実は彼には裏の顔があったんです。それは世界の裏で暗躍する秘密結社イルミナティのメンバーであるということ。世界単一の政府の樹立や地球上の富の8割を独占といった思想を実現しようと闇で糸を引いているとも言われ、実に謎の多い人物なんです。ではロスチャイルド氏は一体なぜ半導体メーカーの社員たちを抹殺したのでしょうか。それは彼らが莫大な利益を生む半導体の特許を持っていたからなんです。実はこの重要な特許、ロスチャイルド氏も持っていたんです。そこで特許による利益の独占を目論み、370便もろともこの4人を抹殺したということなんです。でもロスチャイルドが犯人としてどうやってロスチャイルドが消したわけ370便。なんかね、米軍にね、撃墜させたとも言われてるんですよね。米軍って出てくる時点でちょっとなんかうさんくさいよ。まあまあそうなんですよ。でもね、この説ね、なんか小説家だったり、映画監督だったり、まあ、結構支持してる人は多いですよね。まあでも捜査当局にはね、全くね、相手にされなかった説なんですよね、これ。またこのような陰謀論を提唱する人は他にもいました。それはマレーシアのマハティール元首相。彼のブログにはこのような告発があったんです。メディアは CIA の関与を報じない。皆さんがこのブログを読んでくれることを望む。元首相は370便の失踪にアメリカの諜報機関 CIA が関与しており、遠隔自動操縦で強制的にどこかへ着陸させたと指摘しているんです。一見元首相というと説得力があるように感じるんですが、アメリカのホワイトハウスはこの告発をきっぱりと否定。アメリカは他の関係国と連携し、捜索に全面的に協力していると述べているんです。いやもう結局どの説もダメじゃないの。まあこのままね、迷宮入りしそうかと思われていたんですが、ある一筋の光が差し込んだんです。最有力の説。先ほどのロスチャイルド氏犯人説やマーティール元首相のブログなど、失踪事件が起こった2014年当時は様々な説が浮上したんです。しかしそのどれも有効性がなく、説は全て破棄。結局その後も有力な手がかりは何一つ発見できず、2018年捜索は打ち切りとなったんです。ところが2020年、誰もが真相解明を諦めたこの事件が突如急展開を迎えるんです。それはある人物による事件の様相を一変させる衝撃的な発言がきっかけだったんです。その発言者はオーストラリアのアボット元首相。実は失踪当時マレーシア政府と共に捜索活動の主導的な立場にあった人物なんです。彼はこのようなことを言ったんです。ごく初期の段階からマレーシア政府の最高位の高官らは機長による無理心中だと考えていました。なんと操縦していた機長が自ら命を絶つためにわざと370便を墜落させたというんです。その機長の名はザハリエ・アファムド、読みにくいな、ザハリエ・アフマド・チャー。真犯人だと思われているこのザハリエ機長なんですが、なんでね、自殺じゃなくて他のね、乗員乗客のね、238人の命を巻き込んだんでしょうか。まずは彼がね、一体どのような人物だったのかを見ていきましょう。ザハリエ機長は事件当時52歳、そして勤続年数33年のベテランパイロットだったんです。いやすごい人じゃないこの人。そうなんですよね。だからこそね、疑問がね、生まれるっていうもんなんですよね、これ。
その総飛行時間はなんと1万8000時間以上、日数にすると750日にも上るんです。さらに飛行技術もピカイチ、他のパイロットのために指導員を務めるほどだったんです。このように彼はその経歴と技術から周囲に信頼されるマレーシア航空のエースパイロットだったんです。なぜマレーシア政府はこのような立派なパイロットをごく初期の段階から疑っていたのでしょうか。それは370便失踪の直前、機長の周りにある2つの変化が起こっていたからなんです。ニュージーランドの新聞には機長の友人のこんな証言が掲載されています。彼はとても航空機を操縦できるようなコンディションではなく、不安定な精神状態だったんだ。一体何があったのでしょうか。実は事件のまさに前日のこと、妻のファイザーが離婚を決意し家を出て行ってしまったんです。原因はザハリエ機長に愛人がいたことだったんです。機長は同い年の奥さんと16歳の時に知り合い、結婚してから3人の子宝に恵まれていました。そして子供たちも成長して独立し、まさに2人での第二の人生が始まろうとしていた矢先での家庭内トラブル。夫婦の関係は修復不可能なレベルで、機長はひどく落ち込み、連日家に引きこもっていたというんです。いやもうザハリエさん女作って自分が悪いだけじゃん。いやそうなんですよ、でもね、僕もね大学帰るまで浮気されたんですよ。二股されてる。まあこの話をやめましょう。あんたから振ったんじゃない自分。事件当日のザハリエ機長は自暴自棄になっていました。それは自殺を決意しても何ら疑う余地がないくらいだったんです。これが彼を犯人とする理由の一つです。そして理由はもう一つあるんです。ここで皆さんに思い出していただきたいんですが、実は今回の事件にはまだ解けていない大きな謎があるんです。それは370便が予定航路と真逆のコースをたどったことなんです。悪天候でもないのに十分な実績があり、腕も確かなザハリエ機長がなぜ航路を間違えたのか、ただのミスとはちょっと考えにくいですよね。実は真逆の航路を選択したのは意図的だったと考えられるんです。ですがそれは一体なぜなのでしょうか。フライトの数時間前、マレーシアには全国民が驚愕するある事件が起こっていたんです。それはマレーシアでは誰もが知っているカリスマ的政治家アンワル・イブラヒム氏が懲役5年の有罪判決を受けたことなんです。フライト直前のザハリエ機長はこのニュースに衝撃を受けていました。ですがザハリエ機長とアンワル氏には一体どんな関係があったのでしょうか。実は彼はアンワル氏の親戚、そして熱狂的な支持者だったんです。つまりこれこそが今回の事件の動機だと考えられるわけなんです。そう、乗員乗客を人質にとってマレーシア政府にアンワル氏の解散を要求したのではないかと。つまりこれは世に珍しい機長によるハイジャック事件だった可能性があるんです。予定航路の真逆を飛んだのは机上でマレーシア政府と交渉を行うためだったと言われているんです。でもこれちょっと強引な気もしちゃうけどね、これね。でもね、このね説をね裏付けるねある強力な証拠があるんです。事件後、ザハリエ機長の自宅の捜索が行われました。注目を集めたのは飛行機の操縦室を模したフライトシミュレーターが搭載された部屋、機長が1日の大半を過ごしている部屋です。そして捜査の結果、衝撃の事実が明らかになったんです。事件当日、370便は予定航路の真逆、つまり南インド洋を目指すコースを飛行していたわけなんですが、フライトシミュレーターには機長がまさにこのコースを飛ぶ訓練をしていた記録が残っていたんです。つまり予定航路を外れたのは完全なる計画的犯行だったんです。これまで有力な手がかりが何一つなかったこの事件ですが、ここに来てようやく事件解決の確かな糸口が明らかになったんです。ところがマレーシア政府は彼についての報告書の中でこのように述べています。ザハリエ機長の職務中及び家庭でのストレスの処理能力は良好だった。ライフスタイルに大きな変化はなく、家庭のストレスによる対人的衝突もなかった。そう、マレーシア政府はまるでザハリエ機長の異変をあえて無視するかのような姿勢をとっていたんです。そのため結局この線による捜査も実を結ぶことはありませんでした。マレーシア航空370便失踪事件、それはまるで政府にとって不都合な真実を隠蔽するかのように、現在航空業界史上最大の未解決事件となっているんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。